長距離を速く快適にドライブできる GT カーのような存在です。エアロダイナミクスを追求したスムーズに流れるようになっている。質感もかなりいいですね。高弾性率の M40、M60 合成バランスを最適に調整する汎用的な規格を採用したパーツの入手性で困ることはなさそうです。ハンドル落差を大きく取ったレースバイクのポジションを価格が49万8000円。ハンドルはフルカーボンの一体型。予想しやすいすごく自然な挙動を示します。ハーフスロットルで響きが走る M6 マイルマスターです。はい、こんにちは。日本のサイクリストの間で人気のロードバイクといえばやはりグランツールを走るハイエンドエアロロードだと思います。レースで勝つために CFD や風洞実験、FEM 解析を駆使してプロレーサーのテストライドとフィードバックを重ねて開発されています。使用されるカーボン繊維や製造方法についても現在手に入る最高のものが惜しみなく投入されています。こういったロードバイクはフレーム価格で70万円、80万円は当たり前、100万円に迫るものも珍しくないです。こういう最先端のレース機材は雑誌やウェブメディア、SNS なんかでも頻繁に取り上げられて話題になっています。しかしこういうバイクを購入して乗る層はごく一部です。レースをしない人たちを含む大多数のサイクリストが購入するのはミドルグレードのカーボンバイクです。特にフレームセットの価格が30万円前後の価格帯は様々なブランドがしのぎを削る激戦区となっています。で、今回レビューするのはこのウィンスペースの新型ロードバイク M6 マイルマスターです。フレームセットの価格は30万8000円、ミドルグレードの激戦区ど真ん中です。ウィンスペースは中国福建省のアモイを拠点とする中華ブランドの一つです。創業者の蔡正明氏は日本の自転車業界で経験を積んでウィンスペースを2008年に設立。今や XDS やパラデスと並ぶ中国三大ブランドの一つとなっています。そんなウィンスペースの大きな特徴は開発、製造、組み立て、そして販売までを自社で一貫して行える点です。ほとんどのブランドは製造工程を OEM 工場に委託しているんですが、ウィンスペースは自社工場を保有していてリードタイムの短縮と高品質な品質管理を実現しています。ウィンスペースが得意とするのは特に競技志向のハイエンドロードバイクで多数の特許を取得していて、中国政府からはシャオミやインスタ360と並ぶハイレク企業認定を受けています。このウィンスペース、大手ブランドのハイエンドバイクに迫るスペックと低価格というコストパフォーマンスで市場を広げてきたブランドなんですが、今回の M6 マイルマスターは少し経路が違います。このバイクはこれまでとは違って独自のコンセプトを持っています。今回のバイクレビューではこのウィンスペース M6 マイルマスターの打ち出したコンセプトがバイクの構造や形状にどのように反映されていて、それがバイクの走りにどう現れているかしっかりと確かめていきたいと思います。ではまずこのウィンスペース M6 マイルマスターのコンセプトについて考えていきましょう。ウィンスペースの資料ではエンデュランスバイクの快適性とレーシングバイクのスピードを両立と書かれています。これはどういう意味かというと、まずプロレーサーが乗るハイエンドのエアロロード、これはトレーニングを積んだ高いフィジカルを持ったサイクリストが乗ることを前提としています。すごく高い速度域、高いパワー域で走ることを想定されていますし、またレースで勝つために惜しみなくコストがつぎ込まれています。結果として一般サイクリストにとっては性能的にも価格的にも持て余すものになっています。で、一方でエンデュランスロードは快適性を最優先にしています。で、こういうバイク確かに乗る心地がよくってポジションも楽なんですが、スピードを出して走りを楽しみたいサイクリストにとっては正直物足りなさを感じるものとなっています。そして M6 マイルマスターはその間を埋める存在と言えます。フレーム全体のスタイルはエアロロード前としていて高速性能を追求しています。しかしこれはプロレーサーのためのものではなく、設計の主眼は一般サイクリストが長距離を速くかつ快適に最後まで体力を残して走り切ることとされています。車に例えるとサーキットでは速いけど乗り心地が悪いレーシングカーではなくて、安楽だけど退屈なファミリーカーでもないです。ウィンスペース M6 はスポーツカー、それも長距離を速く快適にドライブできる GT カーのような存在です。しかもそれはレーシングカーのデチューンじゃないっていうのがポイントです。このバイクはこういった GT カー的な用途のために専用設計されています。
こういったコンセプトを打ち出したバイクは少ないんですが、サイクリストのみんながみんなレースするわけではないです。フィットする層は実はかなり広いんじゃないかと思います。ではこのウィンスペース M6 マイルマスターのフレームの詳細を見ていきましょう。まずは外観デザインと空力からです。一目見てわかるようにこのバイクエアロダイナミクスを追求したエアロロードのスタイルとなっています。で特にフロント周りの空力対策が充実してまして、まず目につくのはこの極太の翼断面のフロントフォークですね。全体としてすごく薄くて、しかも前後に長い空力を追求した形状となっています。細かいところではこのエンド部分に空気を整流するための小さな突起があったり、フロントのスルーアクスルが入る部分、ネジ部は蓋がされているステルスアクスル構造となっています。反対側、ブレーキがついてる側についてはこんな感じのデザインになってます。でもこのアクスルの頭も中に完全に埋まるようになってて、細かいところまで空力は意識されてるなと思います。でヘッドチューブも空力を良くするために先端が尖った形状となっています。これはウィンスペースの SLC5 でも採用されていた形ですね。で風が最初に当たるヘッドチューブの設計はバイク全体の空力に結構効いてきます。でこの M6 ではヘッドチューブの前後長も長く取っていますし、後ろに行くにつれて少しすぼまっていく翼断面の形状となってます。でこのフロントフォークの型とヘッドチューブからダウンチューブにかけての部分も綺麗につながって風がうまく流れるようになってますね。特にこのフォークとホイールの内側を通った風がダウンチューブに当たるところ、ここで一段細くなっていて風がスムーズに流れるようになっていると思います。またフォークの型とヘッドチューブがつながっている部分の造形なんですが、 SLC5 ではここが干渉するんでハンドルの切れ角に制限があったんですが、 M6 では設計変更でそこが解消されています。ハンドルを切っていってハンドルバーがトップチューブに当たるまで限界まで切ってやってもフォーククラウンとヘッドチューブは干渉しないようになっています。これは大きな進歩だと思いますね。じゃあ次にリア側を見ていきましょう。リア三角の方はウィンスペースらしいこの特徴的なシートステー形状となっています。このシートステーとシートチューブが接合される部分、ここが水平尾翼みたいな形状となっています。後ろから見ると分かりやすいですかね。ウィンスペース曰くこの形状でリア三角の整流効果を高めていると言っています。あとは翼断面のシートチューブだったりダウンチューブだったりといったところですね。全体的な空力デザインはこんな感じです。そして触れ損ねましたが、この塗装がかなり綺麗なんですよね。結構凝ったグラデーション塗装がされています。質感もかなりいいですね。でこの M6 マイルマスターカラーバリエーションも結構豊富なんですよね。落ち着いたブラックとかホワイトから、こういうグラデーションカラー、あとはちょっと特殊な質感のカラーまでいろんなカラーから選ぶことができます。では次にこの M6 マイルマスターの重量や剛性について見ていきましょう。このバイクが採用しているカーボンファイバーは東レ T700、T800 といったベーシックな繊維に加えて高弾性率の M40、M60 といったものも採用されています。特にこの M60 カーボンファイバー、これは引っ張り強度が若干低い代わりにベーシックな T800 の倍の弾性率を持っています。こういう高弾性率カーボンは適切な場所に使用することでバイクの剛性を飛躍的に高めることができます。で正直30万円ぐらいのこの価格帯でこんないい繊維を使うブランドって他にはないと思います。またいい材料を使ったからといって必ずしもいいバイクになるわけではないです。この M6 マイルマスターの開発では6回以上設計変更して重量と剛性バランスを最適に調整するカーボンシートの積層パターンが決められました。具体的なバイクの剛性を先代モデルにあたる C5 エアロと比較した結果がこちらです。
C5 エアロはエアロエンデュランスバイクというカテゴリーだったんですが、M6 はよりアグレッシブな性格に変わったんで、高負荷ハイスピードの走りに対応するために大幅な合成向上が図られています。さてフレーム重量なんですが M サイズのミッド層で 900g とされています。これは決して軽量ではないんですが、エアロロードってことを考慮すると重くもありません。例えばキャニオンのエアロード CFR は 900g 台半ばとされてます。フレームセット30万円というこのバイクの価格帯を考えればかなり優秀と言えるんではないでしょうか。では次にフレームの細かい仕様について見ていきましょう。まずヘッドセットですが、これは FSA が提唱する ACR っていう規格が採用されています。ヘッドベアリングは上下とも 1.5 インチで、上側 1.5 インチのベアリングとこのフォークコラムの隙間にブレーキホースを通すような構造となってます。クリアランスが広いんでかなり作業性はいいですね。メーカー独自じゃない汎用規格なんでいろんなブランドのハンドルが使えますし、ヘッドベアリングの入手も容易です。BB は T47BB が採用されています。ネジ切り BB の作業性の良さとワイドな BB シェルに起因するこのフレームの設計自由度の高さを両立した規格です。さらにディレイラーハンガー、これはスラムが提唱している UDH 規格が採用されています。ユニバーサルディレイラーハンガーといったもので、メーカーとか車種の垣根をまたいで同じハンガーが使えるというものなんですが、正直重量とか空力面で多少デメリットはあります。かなり大きいんで。ただディレイラーハンガーの入手性は非常にいいですし、スラムのフレーム直付けのフルマウントリアディレイラーにも対応しています。ちなみにこの UDH ハンガー、ディレイラーに大きな力がかかった時にこのハンガー自体が後方にずれて回転するようになっています。それによってこのフレームとかディレイラーへの大きなダメージを防ぐような構造になっています。このようにヘッドセットとかボトムブラケット、そしてディレイラーハンガーに汎用的な規格を採用しているっていうのがこのウィンスペース M6 のポイントです。ここに独自規格を使うブランドも多いんですが、将来的にパーツの入手性で困ったりすることがあります。この M6 だと全て汎用規格を使っているんで、5年後10年後もパーツの入手性で困ることはなさそうです。サイズ展開とジオメトリーについてもウィンスペースのこだわりが感じられるものとなっています。サイズは6サイズで展開、フォークオフセットは 49mm と 43mm の2種類用意されていて、全てのサイズで自然なハンドリングとなるように設計されています。またジオメトリーで特徴的なのはスタックの低さですね。こういうエンデュランスロードってスタックが高くってアップライトのポジションを矯正するものが多いんですが、 M6 マイルマスターは他社のエアロロードと比べても遜色のないスタック値となっていて、ハンドル落差を大きく取ったレースバイクのポジションを取ることができます。またこのバイクの前身にあたるのは C5 エアロというエアロエンデュランスバイクなんですが、よりレーシーな性格に変わったことでジオメトリーも変更されています。具体的にはチェーンステイが 412mm から 410mm に短縮、ヘッド周りもトレールが 66mm から 63mm に短縮、そして先ほど説明したようにフレームのスタックも全てのサイズでだいたい 7mm ぐらい低くなっているんで、ダイレクトなペダリングフィールとクイックなハンドリングを実現する方向に調整されています。では他のコンポーネントについても見ていきましょう。今回レビューで取り上げるバイクは M6 の 105Di2 スポーツっていうグレードの完成車で、価格が49万8000円のものです。まずホイールは同じウィンスペースが持っているブランドウナスのハード SE っていうカーボンディープホイールが採用されています。価格9万8000円とカーボンホイールとしては低価格帯なんですが、リム素材が T700 でスポークがスチールスポークで重量が 1580g となっています。リムハイトが 50mm、リムの内幅が 23.4mm、リムの外幅が 30mm となっています。28C から 30C あたりのタイヤを履くのにベストなサイズですね。重量 1580g とやや重いんで、ヒルクライムなんかするんだったらもっと軽いホイールに交換してもいいと思いますが、現状でも不満が出るようなものではないです。
で次にハンドルバー、50万円の完成車ですが、ハンドルはフルカーボンの一体型、ウィンスペースの 0SL ハンドルが付属します。全数 X 線検査で品質が担保されていますし、重量も剛性もかなり高いレベルにあるんで、不満が出るようなものではありません。ちなみに完成車をオーダーするときにこのハンドルのサイズは選択することができます。その他コンポーネントはシマノの 105DI2 電動コンポが付属します。はい、では実装レビューです。今回1週間ぐらいしか時間が取れなかったんですが、街乗りから平地、山岳までさまざまなコースでこの M6 マイルマスターの走りを確かめてきました。雨の日が多くて思ったより乗れなかったんですが、130キロのロングライドを含む合計200キロの実装テストを行いました。バイクに乗って走り出してすぐ体に馴染む感じがしました。光合成を追求したレーシングバイクのようなダイレクトで強烈な加速感はないんですが、加速、減速、旋回、そして巡航、どの状態でも予想しやすいすごく自然な挙動を示します。このバイク新車を組んだばっかりでまだブレーキの当たりも満足に出てないんですが、乗り慣れたマイバイクのようでした。フレームやフォークが幅広いエアロ形状で、縦方向にも横方向にもかなり硬いんじゃないかと想像してたんですけど、実際の乗り心地はマイルドです。試乗車のホイールは 50mm のカーボンディープで、タイヤも 28C のクリンチャータイヤだったんですが、舗装が荒れた路面でも体を跳ね上げられるような不快感は少なかったです。でフレームの剛性に関してはヘッドチューブ周りはかなりしっかりとしてます。で一方で後ろ半分はいい意味でしなやかで、高トルクの踏み込みに対してねじれを許容するために足に跳ね返りが少ないです。でこういう前が硬くて後ろがしなやかな性格は私が乗ってるスーパー 6A ハイモッドに近い感じです。ただ M6 の方が全体的な剛性が低めで変形が大きいような印象を受けました。ただ剛性が低いからといって走らないわけではなくって、例えばヒルクライム中ダンシングで激坂を登る時とか、フロントがどっしりと体重を支えて、で一方で BB が絶妙にウィップして駆動力を安定して伝えてくれます。でちょっと重めのギアでしっかりペダルを踏んで登るのが気持ちいいバイクです。ただし 1000W とか 1200W の全力スプリントだとこのフレームがたわみすぎて駆動力が逃げてるように感じてしまいます。全力全開のパワーを受け止めるのがレーシングバイクなら M6 はハーフスロットルでキビキビ走るバイクっていう印象です。毎日のようにスプリントして5秒平均の最大パワー更新を狙うような武闘派のレーサーには物足りないかもしれません。ただライドの大部分を占める中程度の負荷領域ではスイスイと進むバイクだと思いました。空力についてはウナスのハード SE50mm ディープとの組み合わせではエアロロードらしい高速時に背中を押されるような速度の伸びを実感できました。でまたペダリングのムラを吸収する適度なフレーム剛性と乗り心地の良さも相まって巡航性能はかなり高いです。この巡航性能にはジオメトリーも寄与していると思います。まずスタックが低いんでハンドル落差を大きく確保したエアロなポジションに調整できます。さらに M6 のジオメトリーは同じウィンスペースのレーシングバイクの SLC5 と比べるとトレイル値もチェーンステイの長さも数ミリ長くってわずかにマイルドなハンドリング特性が与えられてます。これによって直進安定性が高まるんで巡航時に車体のふらつきを抑えられるんですよね。でこのように空力、剛性、振動吸収性、そしてハンドリングの工夫で長距離を走った時にも肉体的にも精神的にも疲労を軽減できるようなバイクになってます。今回の実装テストで130キロのロングライドに出かけたんですが、その時も最後まで余裕でした。ところでこの M6 の発売に合わせてトライアスロンやタイムトライアル向けのクリップオンバー対応のハンドルも発売されるそうです。長距離を速く快適に走るっていう M6 の性格はトライアスロンなんかには最適かもしれませんね。はい、ということで今回はウィンスペースのミドルグレードバイク M6 マイルマスターをレビューしてきました。しっかりとしたコンセプトがあって、しかもそれをこのデザインとか走りに落とし込んでいる非常に完成度の高いバイクだと思いました。レーシングバイクの持つような爆発的な加速力や驚異的な軽さはありませんが、中負荷で気持ちよく走りますし、長距離を快適に速く走る GT カー的なコンセプトはしっかりと体現されていると思いました。
また採用されているヘッドパーツや BB といった規格が汎用的で、長期的に見た時の整備性もいいと思いました。実は最近プライベートでハイエンドのカーボンフレーム買ったんですが、ロードレースにも出ないのにそういうハイエンド機材を買うことに対して疑問を持ってしまうような、そういう仕上がりのバイクでした。一般サイクリストのためのエアロロードとしてかなりよくできていると思いました。また直接性能には関係ないんですが、フレームのカラーが豊富でしかも仕上げがいいっていうのもいいポイントだと思いました。今回のこの M6 マイルマスター、やはり今までのウィンスペースのバイクと比べると少し軽量が違うなと思いました。以前レビューした SLC3 とか SLC5 ももちろんいいバイクだったんですけど、大手ブランドの性能を低価格で出すっていうところがやはり一番のポイントで、ウィンスペースらしさっていう点はあまりなかったように思います。その点この M6 マイルマスターは GT カー的な独自のコンセプトを打ち立てて、それをしっかり形にしてきたっていうところが評価できると思います。この1台でウィンスペースのブランド力は大きく上がったと感じてます。今までのウィンスペースのバイクがこれでもいいっていう評価基準だとしたら、この M6 マイルマスターはこれがいい、これだからいいっていう理由で選ばれるバイクになると思います。最後にこの M6 マイルマスターのラインナップと価格帯について説明しておきます。フレームセット価格が30万8000円、そして完成車は機械式105、電動の 105DI2、そしてアルテグラ DI2 の3種類が用意されていて、それぞれ価格がこのようになっています。ポイントは全ての完成車でカーボンホイールと一体型のカーボンハンドルがアセンブルされるっていうところですね。特に今回レビューした 105DI2 の完成車はかなりコストパフォーマンスが高いと思います。パーツバラバラで買っても絶対この値段で組むことはできません。しかもウィンスペースのすごいところはオーダー時にこのカーボンハンドルの幅とステム長を選べることなんですよね。大手ブランドの200万円を超える完成車でもハンドルサイズ選べないのはどうかしてると思ってたんで、そういう意味でこの低価格な完成車でも一体型ハンドルがついてきて、しかもそのサイズを自由に選べるっていう点は大きく評価していいと思います。さてこの動画が出た直後になるんですが、3月7日8日に開催されるサイクルモードライド大阪2026にウィンスペースブースが出展します。で私もブースに立って試乗対応や質問対応しますんで、このウィンスペース M6 マイルマスターについて興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひ会場まで足を運んでいただければと思います。では今回のレビュー動画は以上です。今後もバイクレビュー、機材レビューしていきますんで、もしこの動画見て気に入っていただけたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。